こんにちは。日本語ポッドキャストラジオです。今日は若者言葉、日本語のスラングをいくつか紹介しようと思います。と言っても、若者言葉は本当にたくさんあって、いろいろなジャンルに分けられると思うんですよ。例えば、恋恋愛の時に使う、若者言葉だったり、あとは、インターネットでよく使われる若者言葉とか、なんかいろいろありますね。はい。今日は、特にインターネットでよく使われる若者言葉を紹介しようと思います。うん。早速一つ目ですが、バズる。皆さん、この言葉を知っていますか？バズるっていうのは、バズがカタカナで、るだけひらがなのことが多いですね。うん。この言葉は、10年前はなかったと思います。本当にこの5年ぐらいでみんなよく使うようになった言葉ですね。どうでしょう。例えば、YouTube にこの前動画をアップロードしたんだけど、すごいバズって、もう本当に100万回ぐらい再生されてるんだよね。とか、この前 TikTok に動画をアップロードしたら、すごいバズって、もうフォロワーが1000人ぐらい増えたよ。とか、こういう風に使います。意味は、すごい人気になるということですね。特に何かコンテンツをアップロードして、それが、すごい人気になるっていう時にバズるって使いますね。コンテンツだけじゃなくて、フォロワーの数もバズるって言いますね。例えば、あ、この YouTube チャンネルの人、最近すごいバズってるなぁ、とかっていう時もね、使います。うん。すごいですよね。最近は、こういう YouTube とか TikTok でよく使われる新しい言葉ができてきていますね。うん。バズるだから、バズらない。一グループの言葉ですね。バズる、バズります、バズった、バズらない、バズらせるとかね。そんな感じで使います。うんうんうん。はい。いろいろ他にもありますね。例えば、そうですね、オワコン。この言葉知っていますか？オワコンはバズると反対の言葉ですね。うん。オワコン。例えばね、あれ最近、そうだな。最近 YouTube であの人あんまり見ないな。ちょっと最近はもうオワコンなのかもしれないね。とか、あれこの前までテレビで、あの、俳優とても人気でよくテレビに出てたけど、全然最近テレビに出ないね。もうオワコンかもね。っていう感じで使いますね。これはね、あんまりいい言葉じゃないんですが、オワコンのオアは多分終わりのオアですね。で、コンは何だろう。コンは私もちょっとよくわからないんですが、とにかくオワコンは全然人気がなくなったという意味です。
うん。皆さんの言葉にもこういう言葉ありますか？うん。だから、やっぱり最近、SNS ですごい人気になってバズる人。でも、人気がなくなってオワコンになる人。これがすごいたくさんいますよね。だからこういう言葉が出てきたんだと思います。ここでポイントは、バズるは動詞ですが、オワコンは名詞ですね。だから、オワコンになる。このになるを一緒に使いますね。うん。そんな感じです。あとは、なんだろうな。この言葉はどうですか？漏れる、漏れる。この言葉、どうでしょう？例えばですね、じゃあ、あ、ちょっと一緒に写真撮ろうか。いいよ。じゃあ写真撮ろう。カシャ。あ、すごい。すごい漏れた。嬉しい。これいい写真だね。とか。じゃあ、逆にね、例えば友達と一緒に。じゃあちょっとこれ写真撮っていい？じゃあ、ここに立って。じゃあ今からね、あなたの写真を撮るからいいですか？ 3、2、1、カシャ。はい。これ、どう？全然漏れてない。なんか今日、顔が全然漏れてないな。こんな感じで使います。意味は、いつもより顔がかっこいいとか可愛く見える。これが漏れるです。うん。で、いつもより顔がかっこよくない、可愛くない、そういう写真になっちゃうのが漏れないと言います。はい。うん。だから、漏れてるとか、漏れてない、このている、ていないを一緒によく使いますね。この漏れるは、もともと、漏れるっていう言葉は、例えば、なんかプラスの意味だったんですよね。例えば、大盛りっていう言葉ありますよね。大盛りは、ご飯をね、レストランでご飯を食べるときに、じゃあ、これ大盛りにしてくださいって言って、ご飯を多くする。これを大盛りって言いますよね。だからたくさんプラスにするっていう意味があると思うんですけど、これが、なんか、漏れる、漏れないだけで、顔の、調子がいい顔の調子が悪いっていう意味に、変わりましたね。うん。まあもちろん、大盛りの意味の漏れる、盛る、盛らないっていうね、その意味も使いますけど、最近は、漏れる、漏れないは、この顔とかねそういうビジュアルのことをでよく使いますね。うん。まあ私は個人的にこの言葉は使わないんですけど、でもよく聞きます。特にインスタとかね、そういうのでよく聞きますね。うん。はい。あとは、なんだろうな。あ、あとは、鍵垢。鍵垢。この言葉、どうですか？鍵。これはキーですね。鍵。で、赤。この赤は、これは英語から来ていますね。なんでしょう。これは、アカウントですね。このアカウントから赤が来ています。うん。だから、キーのアカウントです。はい。まあ、英語では、プライベートアカウントって言うかな。うん。例えば、X とかで
鍵垢にすると、自分のポストが他の誰にも見えなくなる。ね、そういう機能がありますよね。フォローしてる人だけに見えるようにする設定。これが鍵垢です。うん。逆に、鍵垢にしなかったら、もう誰でもそのポストが見られるようになりますよね。あと、ちょっと今私が見られるって言いましたが、この見られる、これも最近は、ちょっと違いますね。うん。日本人は見られるじゃなくて見れるって言いますよね。これは、られるの時は、可能形ですね。この見られるはこれ可能形ですけど、られるじゃなくて、らを抜いて、れるだけにするっていう、そういう、言い方が最近は多いですね。そう。だから私が今言った見られる。これも見れる。私はいつも見れるって言います。でも、私は一応日本語の先生なので、こういう時とか、あと日本語の授業をするときは、ちゃんと見られるって言います。これは。はい。あと他の言葉もそうですよ。例えば、寝る。これも可能形は、寝られるですよね。でも、いつも、使う日本語では、寝れるって言いますね。うん。例えば、なんか今日全然寝れないんだよね。うんうん。これもう本当に、ナチュラルな日本語です。でも本当は寝られないんだよねが正しい日本語ですね。だから皆さんテストの時は見られる、寝られる、このられるで書いてくださいね。はい。そう。なんかそれも面白いですよね。なんか本当に日本人が使う日本語とテストの日本語はちょっと違うんですよね。うん。まあ、他にもたくさんありますけど、今はね、このラレールですね。うん。ちなみに、このラレール、これは、あの、受け身、受け身系もラレールですよね。うん。そう。受け身系も見られる。ね、同じですよね。そう。で、受け身系で使うときは、ちゃんとラレール全部言います。そう。だから、例えばね、じゃあ、スマホあります。で、なんか昨日、お母さんにスマホの中を見られたんだよね。そう。こんな感じ。スマホの中を見られた。で、さっき言ったこのらは、これは消さないですね。例えば、昨日お母さんにスマホの中を見れたんだよね。これはダメですね。これは言わない。うん。見れるは可能形だけですね。そう。これはね、そう、なんでだろうね。多分、あの、可能形と受け身形が同じだからね。そう、見られる。同じですよね。だから、多分、これを区別したいから、わからないから、だから、らを消して見れると、あとは、らを消さないで見られる。別々にして、これで分けてるのかなそう。まあね、皆さんも知ってると思いますが、言葉は変わりますから。うん。これが、悪い日本語っていうわけではないと思います。たまに、ちゃんと正しい日本語を使ってくださいっていう人が
いますが、私は個人的にこれは全然大丈夫だと思いますね。うん。例えば、これが、20年後とかになったら、もう普通の日本語、この見られるが、もう見られるじゃなくて、見れるとして、日本語の教科書に載っているかもしれませんよ。はい。そんな感じで、ね、いろいろ、ネイティブの日本語たくさんありますが、これからもたくさん紹介していきたいと思います。では、次回も楽しみにしててください。さようなら。